きるようになったんだ。うわ、めっちゃいい。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃありがとうございます。福岡大学のいいねお父さん。帰りにグミ。まだか。あ、すみません。だからのがいい。そう。二人は。です。ありがとう。仕事早くていいよ。所属の位置をちょっと調整しまして、ものすごいちょっとこだわりがやっぱ競技者に関しては強くなるんで、その分やっぱパフォーマンスもすごい上がるっていう方が多いので、結構一般的に5ミリとかなんか10ミリとかっていうとそんなに差がないように見えて、結構この車椅子に関しては結構大きいみたいな。作るための細かい数字が入ってるんですけど、後ろの座る位置の高さ370、前が450で、ホイールベース380の車軸の位置160とか、必要な部分を測ってくださいっていう発注書、処方箋ってうち言うんですけど、それがあって、でやっと図面が描けるようになるんで、ここまでは機械じゃないですか。もう1ミリの狂いもなく描けるけど、この先ってやっぱ人の力だけになるんで、なるべく原寸大と合わせて大きく狂っていかないように、限界はあるんで、やっぱ人間は。家から近いからずっと続けてね。無敵の代表もいかないといけなかったっていう。ここの部分を曲げていくんですけど、これ R が大きいんで手で曲げていくんですけど、選手の好み、ちょっと太い方が自分は乗りやすいよとか、乗る競技者のタイプで結構ここの形状も結構全然変わってくるんで、本当にオーダーで作ってるんで、こっちの方だとこういう丸いタイプなんで、こっちの方はテニスの乗る方で、こっちがバスケの方なんですけど、それだけでもその競技が違うってだけでも結構細かいところが違ったりとか、この体固定するための側面も一応ベルトで固定とかはするんですけど、ここがずれないようにっていう。普通の人が多分車とか座ると結構余裕あるんですけど、車椅子競技者乗る人は結構ここは固定しないといけないんで結構狭め。
冬とかだとパイプ冷たいんでその伸びなくなるんで結構割れやすくなったりとか、夏場だと柔らかいんでとかはありますね。かります。固定してても溶接の熱であったかくして冷めた時に収縮するんで、それでこういうふうに歪みが起きちゃうんで、それを取ってきます。はい、これで歪みが取れましたね。が一応その設計上の溶接した後の形がこれですね。
動いたな。でもこっちか。あー動いてんな。ラストや。よいしょ。多分こう今見てもらうと車輪とね、この車輪とこのパイプの外がひっついてるんですけど、ここがもう開いちゃって直進が出ないんですよ。普通に漕いでも自然と曲がっていっちゃったりとか、やっぱりこう自分の手で漕いでるんである程度調整は効くんですけど、やっぱりこうスッとやって手を離した時にスーッとこう曲がっていっちゃったりすると、もうプレーにもめちゃめちゃ影響出ますし、転倒したりだとかぶつかったりだとか結構衝撃が当たったりだとかでフレームがこう歪んじゃったりするので、これの4点が合ってる状態で直進が出なければ多分フレームの歪みを次見るっていう形に。
痛い左から。すみません、あ、普通に滑ってこけました。どれだか作りにそれだけは作りに。持ってみよう。ありがとうございます。あ、いいかもしれないな。これでいきたいです。あ、もう重度障害者です。おへそ上ぐらいからもう感覚が全くないみたいな、特に車椅子バスケットは、その障害の度合いに応じて視点っていうのが1点から 4.5 まで 0.5 刻みずつで、重い順から1点で軽くなるにつれて 4.5 みたいな感じなんですけど、僕は 1.5 っていうところで腹筋とか背筋も効かないので、背もたれが低すぎるともう全然バランスが取れなかったり、乗ったら多分ここぐらいに背もたれが来るんですけど、ここまで来ないと後ろに倒れた時に腹筋が効かないので起き上がれなかったりとか、高すぎると後ろにプレッシャーがかけれなかったりとか、低すぎるとそれこそ倒れちゃったりとか、お尻のこの幅ですかね、広すぎるとこう遊びがありすぎて、車椅子が体についてこないみたいな感じになりますし、狭すぎると逆に窮屈すぎるっていうのがあるので、多分ローポインターというその1点から2点ぐらいのクラスの選手は特にフィット感が重要かなっていうふうに思ってますね。そこも松永さんといろいろ相談しながら攻めたっていう感じになります。糸くずすげえけどいい。はい、もう糸くずまみれで。うん。いい。あ、いい、めっちゃいいと思います。めっちゃいい気がする。で、あれやってよ。できる。あ、いい。さあ。バランス感覚でしてあげるのを彼はどうやってあげてるかわかんないけど天性で。あ、すごい。先天性か、俺は。それができるようになったんだ。うわ、めっちゃいい。なんか乗り継がそうと思ったのそれかな。はい、多分。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃありがとうございます。